アンコンシャスバイアスを克服しようということで今回は情報提供させていただきたいと思いますね。最近新聞なんか見ててもですね、このアンコンシャスバイアスというキーワードが出てきたりしてますのでね、そんな意味合いで今日はご紹介できればと思いますね。英語ですのでね、ちょっと日本語で解説をしていきたいと思うんですけども、アンコンシャスっていうのは無意識ということですね。でバイアスっていうのは思い込みとか偏見とか、そういうことなんですね。すなわちアンコンシャスバイアスというのは人間誰しも持っている、無意識の思い込みのことということで、ご理解いただければいいかなと思いますね。でこのアンコンシャスバイアスというのはですね、例えば性別ですとか、あるいは年齢、価値観、あるいは仕事ですと雇用形態ね、こういったところにもあるわけなんですね。でこれが無自覚のままにですね、アンコンシャスバイアスがあるとですね、マネージャーとしてマネージメント上の意思決定をする上で障害になる可能性があるということなんですね。ですからこれからの時代ですね、意識していなかったっていうのは残念ながら通らなくなってきているということなんです。例えばどういうのがあるかというとですね、性別という意味合いで言うと、例えば男性女性といった時に、女性は子供が生まれたら育児に専念すべきだというようなアンコンシャスバイアスを持っているマネージャーがですね、特に意識もせずに、部下育成をしている時にはですね、女性に対して重要な仕事を任せないといったようなことになってしまったりとか、あと年齢という視点で言うとですね、例えば今の若い人はストレスのかかる仕事は苦手だというようなアンコンシャスバイアスがあるとですね、部下育成、仕事の経験を積ませないとか、そういったことになりがちなんですね。で最初にも申し上げた通り、このアンコンシャスバイアスっていうのは人間誰しも持っていますのでね、まずは私も含めてね、みんなが持っているというところから始めることが重要なんですね。で特にですね、このマネジメントという視点で言うと、昨今のマネジメントはですね、やっぱ個別マネジメントね、人によって事情とか状況とか価値観とかそれぞれ違いますね。これをまず最初に認識をしておくことっていうのが重要なところのポイントかなということなんですね。でこのアンコンシャスバイアスを克服をしていくポイントなんですけれども、いくつかあります。今日は3点ご案内をしたいと思うんですけれども、まず1点目ね、チェックリストをやってみるということですね。これはですね、インターネットで調べてアンコンシャスバイアスチェックリストなんていうことで調べていくとリストがいくつかありますね。ですからそれを自分でやってみるということなんですね。でこうあるべきではなくって、正直に自分自身に正直にチェックリストをやってみるということなんですね。少なからず誰でも持ってますので、まず私はこういうアンコンシャスバイアスがあるんだなっていうことを冷静に自覚をするということですね、重要だということですね。で、ですからきちんと2点目自覚をするということなんですけども、自覚をした上で、マネジメント上の何らかの意思決定をするときにね、特に人に関係するところの意思決定をするときに、私は何かアンコンシャスバイアスに引っ張られて意思決定していないだろうかということを常に自問自答することによって、アンコンシャスバイアスが邪魔をしないように、意識をするということがポイントになってきます。しつこいようですけども、これからの時代ですね、マネジメント上の意思決定をする上でこのアンコンシャスバイアスがあって、あまり意識していなかったっていうのはもう通らない時代になってきてますので、是非ですね、ご自身で意識をしてアンコンシャスバイアスを克服をしていただければと思いますね。以上、アンコンシャスバイアスを克服しようということで情報提供をさせていただきました。